大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、今ちょうどこれはいつやったかな、ちょっと前に出したハリツルなんですが、ハリツルマサキですね、ちょうどもう今オスを合わせてて、今もみがちらほらつき始めたのでですね、ちょっとご紹介ですね。今、やっぱオスがあるのとないのとでは随分つきが違ってきますので、こっちはまだちょっとついてないですね、今の。この辺チラチラついてきてるのでですね、こういうふうにオスとメスと分かれてるやつで、オスがあるなしではだいぶやっぱ違ってきますので、今の時点で、こういうふうにこれがもっと赤くなっていきますので、寄ってもらうと分かるんですけど、ハート型の実ですね、非常に可愛らしい実がなってくれますので、非常に若い子たちに結構今人気ですね。こういうののやつがですね、ハリツルマサキですね。ただちょっと寒さに弱いっていうのがありますので、あんまり寒い地方ではちょっと冬場の管理はちょっと注意が必要ですね。これ前回ぐらいですかね、やりました、サルスベリですね。でサルスベリっていうのは本来基本的には年2回剪定するんですけど、一つは、花が終わった後花後の剪定と、あとは、形をこう整えたりするのにですね、だいたい春先というか、1月から2月3月このぐらいの時に、がっつり切って、新芽をバーッと吹かせると。でそうするとそれに花がつくというような形になるんですけど、そういう剪定の仕方ですね。ただ前回これを、ちょっと短くこれから挑戦しようかなという話してましたですけど、だから花後の剪定は通常と同じです。普通に切っていいんですけど、でちょっと切り戻す程度っていうのが通常やるやり方なんですけど、結構うちではですね、思い切ってもう丸坊主にしてしまいます。この時期でもですね。で、それを今度は1、2月とかで剪定せずに、梅雨頃に切るというやり方をちょっととって、なるだけちょっと短く作りたいなというふうに、それがうまくいくかどうかわからないですよ。それを最近ちょっとやっているというやつですね。で今日はちょっと花後の剪定ということで、花がまだ少し残ってますけど、花が終わった段階で剪定をしていくんですけど、通常だと1目2目残したところでちょっと簡単に切りますよ。こんなやってこう残したところで切るんですけど、切り戻すっていう形でですねやるんですけど、割合がっつりもう切ってしまいます。毎回結構がっつり切っちゃうんですけど、こう切りますね。切っちゃうんですよ。それでも芽が出るので大丈夫だと思うんですが、いつもこんな感じで切るんですけどね。結構サルスベリってガツッと切ってしまいますけど、それでも芽は出てくれますので、こんな感じでもっと丁寧にしようと思ったらこの辺きれいに削ってあげてしてあげてもいいとは思うんですけどね。サルスベリって結構強いので思いっきり切ってしまうんですけど、本来はだから夏に花が終わった後に切り戻した時にはもうちょっとこれ今年ちょっと遅かったですけど、
もうちょっと早い段階だったら、まあ、8月初旬そんぐらいとかに花がまあ咲いて終わってっていう形が出たんであれば、その時に切り戻しておくともう一回花が咲いたりするんですね。その後にこう伸びたやつにですね咲いたりすることもあるので、まあそんなやつで長く花を楽しむことも可能ですね。で今年はちょっとこう遅かったね、まあ今から出てそれに花芽がつくのはちょっとないかなとは思いますけど、であとはまあ12月、まあ大体3月ぐらいですかねにまたこうその後伸びたやつをガツッと切り詰めてあげると、まあ、春に出たやつにこう花芽がつくというような形になるのがサルスベリですね。この花この間撮ったんですけど、はい、紫ですよね、はい、めっちゃ綺麗ですよね。ですかね。綺麗ですよ。まあでもそんな珍しくないはずなんだけど、まあこんな感じで、結構がっつりいってしまいますけどね、まあこの時にちょっと残して少し枝を作ってもいいかもしれないですけどね。なるほど、はい、でも結局春先に刈り込めば同じことなんですけどね、まあだから刈り込まずに枝を作るということも、まあ、可能ではあると思いますけどね。なるほど。まあサルスベリでちょっとあんまり伸びずに花をつければいいんですけどね。あれどうしてもなるんでしょうか。どうなんですかね。あんまりこう短く花の咲いてるのはあんまり見たことないんですけど、まあでもなんかいろいろちょっとやってみて、まあ、うまいこといけば面白いかなと思いますけどね。はい、これからってことですね。そうですね。楽しみです。まあもうどなたか知ってらっしゃる方は、いや今更何を言うっていうようなことはあるかもしれないですけどね。まああまり扱ってない木なのでですね、でもこういうのもやりながらやっていくのも面白いかなと思いますので、はい、こんな感じでした。はい、ありがとうございました。